はい、皆さんこんにちは。はい。このご時世、今更ね、宇宙人 UFO いないなんて思ってる人いないですよね。今はもう多様性が受け入れられる社会ですよ。とはいえね、メディアとかで宇宙人 UFO 開示ニュースとかが報道されると、なんかちょっと疑いの目で見ちゃうこの現象なんて言うんですかね。今月ニュースネーションという報道メディアで、元米空軍諜報員のデイビッド・グラッシュが、なんとアメリカ政府は UFO を回収し、地球外生命体がいると告発したんです。いや、いるに決まってるじゃないですかね。こんなんびっくりもなんとも思わないですよね。ちょっと気になるけど、彼は2019年から2021年まで NRO っていう国家偵察局に属してて UAP 未確認空中現象の担当だったんですね。そして2022年まで NGA 国家地理空間情報局にいたんですけど、なんと彼曰く政府は少なくとも12機以上の地球上のものではない飛行物体を回収してて、リバースエンジニアリング技術で解析した結果、地球上のものではないと判断されたそうなんです。しかもその UFO のパイロットの遺体も回収しているというんです。驚いちゃうよね。何十年前はね、ロズウェルで、気球だなんちゃらだとか言われてきたのが、今では政府が UFO 宇宙人認めちゃってる世界ですから。ただ残念ながら証拠となる写真と映像は提供されなかった。残念があるのは早いですよ。今回ね、ちょっといつもと違うのは、このデイビッド・グラッシュという人物が結構信憑性の高い方だということ、ちゃんと先ほどの組織に属していた記録があるようで、今年4月7日に組織を離れて、その際にね、この UFO 関連情報を全部開示しちゃっていいって確認取ってるんですね。ちゃんと政府に確認取ってるんですよ、今回。機密事項になることはダメだけど、それぐらいはいいよって政府承認してるんですね。機密事項ってどういうことかというと、写真とか映像を公開できない理由は国家機密に関わるということで、例えばね、公開してしまうと、そこでどんな技術を取得しているかなどがね、中国とかロシアにバレてしまう恐れがあるからなんだそうです。逆に言うと、みんなが仲良くしてね、世界平和が訪れたら、すぐにでもこういったね、UFO 宇宙関連の情報を開示してくれるということですよね。本当みんな仲良くしようぜ。しかも今回の件、元情報局のお偉いさんたちも彼が言ってることはね、正しいよと認めているんですね。デイビッド本人もこの主張に嘘がないとサインしているんです。本当ディスるつもりはないんですけど、昔から出てるボブ・ラザールとかそこら辺の方々とはわけが違うということなんだそうです。そしてちょっと胸熱だったのが、この同時期に報道されたラスベガスに UFO が墜落したという奇妙な事件。4月30日の深夜に、なんと一般家庭の庭に2から3メートルの人のような目が大きい何者かが2体いると警察に通報があったんです。はい、なんとこの話たくさんのリスナーからねリクエスト来たんですけど、なんとラスベガスの一般家庭の庭に宇宙人が現れたお話なんです。はい、このとんでも話に皆さん少しばかりね付き合ってください。その青年曰く、4月30日の深夜、兄と2人でトラックの修理をしていたら、何かが墜落してくるような音がしました。振り返ってみると、なんと強く光り輝く何かが降下していました。そして衝撃音とともに衝撃波のようなものが迫ってきて、あまりの衝撃で意識が朦朧とする感覚に陥って、後ろの方ではたくさんの足音が聞こえたそうです。そして家の前の庭の方に目をやると、なんとそこには灰色のようなね、緑色の肌、2、3メートルの細身、大きい目、大きい口、奇妙な足をした姿の何者かがいたそうです。すぐにお父さんに電話したら、お父さんも同じようなものを見てたらしく、お前らすぐに家に入れっつって、とりあえず家に入るんですね、みんな。そして裏庭から家族一同がその謎の存在の様子を伺っている映像がこちらなんです。もう謎の生物とね、目が合った瞬間固まっちゃったらしくて、恐怖のあまり。ただしばらくしたらまた体を動かせるようになって、またすぐにね、家に駆け込んで警察に連絡するんですね。こちらが実際の音声です。Okay, where is this on your property? In my backyard. I see 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes. Okay. Like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes and. そして警察を待っている間、屋根の方から足音が聞こえたそうなんですね。そして警察が来たのがなんと1時間ぐらいしてからなんです。そこでこのように見たものを説明するんですけど、普通だったらね、お前何言ってんだよ、ハロウィーンにはまだ早いぜで、お前薬がなんかやってんだろうってね、警察突っ込むじゃないですか、普通だったら。ただなんとね、この警察ちょっと変だったんです。この警察官、彼らの話をどうやら信じているんですね。というのも、青年たちが目撃した急降下してくる謎の光は、なんと警察官の相棒の GoPro が捉えていたんです。それがこちら、青い光がすごいスピードで落ちていますよね。そして近所の家の前に設置してあった監視カメラがなんとその衝撃音を捉えていたんです。それがこちら。
だろう、宇宙船にしてはちょっとソフトランディングっていうか、その宇宙船結構コンパクトじゃねって感じだよね。ドローンまでは小さくないけど、その宇宙船飛行機よりかはもうちょい小さいみたいな。その現場を警察官が訪れてみると、辺りには何もなかったんですけど、何か円形の模様を砂が描いているものを発見したんです。関係があるかわからないけど、この円形を調べてみると1年前からもう目撃できるから、おそらく関係ないと。むしろ1年前から現れる円形の形ってすごくね、今も保ってるって。ってことはもしかして1年前から計画された宇宙人の着陸、そして事件後家の周りに MIB のようなね、大人たちも目撃したそうです。 MIB は UFO とか宇宙人を目撃した時に現れる特殊部隊のものですね。映画ではね、見たら記憶を消される演出がありましたけど、どうですか皆さん、このストーリー。まあ普通にね言ったらラスベガスの家の庭に宇宙人が現れた、いやこんなバカなっていう展開でしょ。地味に気になっちゃうんだけどね、こういうのも。調べてみると当日隕石が目撃できたのは間違いないそうです。実際に報告が上がっていました。別の家庭の監視カメラにも映っていました。 NASA も小さい隕石だと報告しています。ただ先ほどの衝撃音の監視カメラ映像、なんとこちらの映像は5月1日の映像ではなく4月半ばに撮られた火球が家を通過した時の映像で、投稿主はアメリカの南西に住む住人のものだったそうなんですね。なので青年がこれを証拠映像として使ったのが謎なんですよね。まあ単純に青年がそのことを知らなかったのか、あるいはまあこの普通にねやらせとして使ったのか。 MIB のような大人たちが事件後に現れたっていうのは意外にも事実で、事件後警察が何か手がかりがないか調査をしていたようなんですね。しかも事件後その警察官たちは彼らの家の屋根の上にね監視カメラを今設置しているんです。すごいよね、結構ガチなんよね警察たちも。どうでしょう、まとめてみると皆さん、これ本当か嘘かどっちだと思います？ただ冷めたこと言うと、この報道を最初にしたのが8 News Now っていうね報道局なんですけど、ここの UFO 報道局員にジョージ・ナンプという人物がいるんですね。彼は陰謀論が大好きで、たびたび UFO 交流会みたいな場に顔を出したり、ドキュメンタリーでインタビューしたりと、まあ、シンプルにオカルトが好きな人だから、もしかしてね彼の仕業でこういったものを仕掛けた可能性、まあ、話題にしたかったっていうのはあるかもしれない。でも謎だよね。今回の件4月30日の深夜5月1日の朝にね起きたことなんですけど、なんと公開されたのが本当つい6月の今月なんですよね。なのでなんでこの1ヶ月間のディレイがあったのか、そしてこの青年ね、この家に宇宙人が現れた青年も YouTube に公開してるんですね。この彼がどんな体験をしたのかっていう、それもその警察官が公開したタイミングと合わせてるから、この1ヶ月間の間お前たち何を隠していたんだ。まあ隕石なのは間違いないかもしれないけど、隕石だったとしてもそれが宇宙から飛来してきてるからね、ある種その生命体なのか、そのメッセージみたいなものをね宇宙から受信している人たちがいるって考えてもおかしくないかもしれない。っていうのもここ日本でも知らない人はいないレベルのアーティスト、谷村新司さんも宇宙人とコンタクトをしたことがあることで有名ですよね。それがスバルという名曲。谷村新さんを代表する曲スバルは宇宙人からのメッセージだったというんです。どういうことか分析していきますね。ミュージシャンって作り手によってその作曲の方法が結構変わってくるらしいんですね。ある人はピアノを弾きながらメロディーを作って、そこにね歌詞を当てはめたり、ある人は歌詞を先に書いてからメロディーにはめたり、またある人はただはめたりと。そんな中谷村新司さんの場合はある時引っ越しをしていたら、引っ越し屋さんがちょうど荷物を詰めてバタバタしている中、超鮮明に歌詞とメロディーが同時に降りてきたそうなんです。その歌詞というのがさらばスバルよというフレーズ、そこから逆算してこの歌詞が生まれたそうなんですね。本人もいまいち歌詞の意味が分からなかったそうなんですけど、なんやねんさらばスバルよってね。ただ前置きを言っておくと、谷村新司さんね55歳の時に帯状疱疹になってからちょっと世の中のことをね自分でいろいろ調べ始めたそうなんですね。そこでスバルはプレアデス星団とも言ったりして、数十個の星が集まってできる3回星団で、古代中国の28尺という天球を28エリアに分割した星図で、スバルは財の星と呼ばれている認識はあったそうです。そして歌詞が出来上がって、久しぶりにスバルのことについてその、ね、インターネットで検索してみたんですね。ネットで調べているとプレアデスからのメッセージという怪しいスピリチュアル的なねサイトがあったんです。そして下の方にスクロールすると、我々からのメッセージは全てこの歌詞に込められていますと、なんとそこには谷村新司さんが書いたスバルの歌詞が掲載されていたそうなんです。どういうこと？谷村新司さんこれ大昔もしかして自分がそのサイトを見てねその歌詞を覚えててそれを書いただけなんじゃないですか？違いますか？我々からのメッセージですからね。その我々って何者？そしてねこの谷村新司さん2年後に中国で驚くべき体験を彼が襲うんです。中国でのライブのために訪れたホテルにいたら突然脳内に声が聞こえたそうです。これからダイレクトですよと、その頭の声に聞き返すんですね。なぜ自分に声をかけてくれたのかと。するとこう答えたそうです。
私たちのヒントも頼りにしながら半ば自力でかなり正しい場所までたどり着いたから、あとは直接導きたいと思ったのだ。そこで数回やり取りして、聞いたら結構何でも答えてくれたそうなんですね。そして彼は一番気になることを彼らに聞いてみました。スバルという曲が突然降りてきたのもあなた方の導きなのですか？すると、あの曲はあなたが書いた曲でしょとね、この宇宙人さん、つかめそうでつかめないところ、絶妙な距離にいますよね。谷村新司さんはね、その後自分でその分析してみることにしたんです。このスバルの歌詞の意味を。古代から星は目印として使われていたんですね。移動の際もそうだったし、季節の移り変わりを分析して濃厚するためにもね、スバルは重要な目印だったそうです。そのため、財の星とも呼ばれていたんです。そんな星に対して、さらばスバリをと告げているので、これはもしかして物質文明に終わりを告げて精神的な豊かさを追い求める新しい時代を作っていこうという意味が込められているんじゃないかと彼は結論付けたんです。いや、めちゃくちゃ深い歌詞じゃないですかね。すげえスピってるし、ちょっとぶっ飛んでるから、これは体験しないとね、なかなか信じられないようなお話かもしれないけど、もう似たような体験した人いるよ。こうやってインスピレーションが降りてきたみたいな人。そのインスピレーションで言うと、YouTube で人気有名な漫画家さん、たつきりょうさんがいるじゃないですか。続いてのお話は僕たちの生活に関わってくるかもしれないちょっと恐ろしいものになります。1965年12月、アメリカ海軍の空母タイコンデロがかつて世界最大と言われてきた海軍基地のスービックを出発しました。タイコンデロがフィリピン海を航海し、日本との軍事演習に参加していたんです。演習中にタイコンデロガに乗船していた米海兵の一人ダグラス M ウェブスターが A4E スカイホークという戦闘機を動かそうとしていたんですけど、なんとそこでアクシデントが発生して格納庫から出そうとしたところ、なんとスカイホークがダグラスを乗せたまま空母から転げ落ちてしまったんです。そして海の中へ。なんと戦闘機、そしてダグラス本人はそのまま海に落っこっちゃって、そっから今現在も見つかることなく引き上げられていないんです。これだけでも一人の人が亡くなっている事件じゃないですか。ただ恐ろしいのはこれだけじゃないんです。この戦闘機にはなんと B43 水素爆弾、広島に落とされた原爆の45倍にもなる威力の水素爆弾が積まれていたんです。そう、水素爆弾も戦闘機と一緒に海底4900メートルに沈んでしまったんです。なんとこの事件ね、1989年まで情報開示されていなかったんですね。内緒にしていたそうなんです、このアクシデント。そしてその落下地点というのがここ、日本めちゃくちゃ近いですよね。そしてこの位置を見てピンときた人もいるんじゃないでしょうか。一昨年世間に公表されて話題になった予知夢漫画私が見た未来のたつきりょうさんが新たに出した予知夢、2025年7月5日、この地域で何かしらの大爆発か大噴火が起きて大津波、そして島が隆起する大災難が起きるということ。こちらが水素爆弾の落下した地点、そしてこちらがたつきさんが予知夢で見た地点。偶然なのかあるいは必然なのか、めちゃくちゃ一致してますよね。これ本当偶然なのか必然なのかもうどっちか分かんないですけど、ただ海底に落ちた水素爆弾、核爆弾、これって爆発することはあり得るのか。こちらは参議院のウェブサイトに平成元年6月16日に行われた答弁書がありまして、そこにはこう書かれているんです。米空母タイコンデロガから1個の核兵器を搭載した A4 航空機が海中に滑り落ち、パイロット及び核兵器とともに水深16000フィート以上の海底に沈んだ。当該兵器システムは本件事故の状況下で安全装置を解除するようには設計されていないため、本件事故時には核爆発あるいは高性能爆薬の爆発は起こり得なかった。当該核装置は16000フィートの海底に至る前に構造的な破損が起こり、核物質及び高性能爆薬の成分は海水にさらされたため、核爆発あるいは高性能爆薬の爆発は現在の環境下においてもまた将来の環境下においても決して起こり得るものではない。情報開示後、日本がこのように、調査したんですね。アメリカさんこれ大丈夫なのってしたら、アメリカも、大丈夫、こんなん別に平気だからって言うんですね。そう言うしかないだろお前ら。確かに過去6度ほどね、核兵器爆弾をね、海底に噴出してるらしいんですけど、いや、生涯にね、AirPods をなくすぐらいの感覚でね、話してますけど、彼ら核兵器ですからね、これ一応。今のところ爆発する心配はないそうなんですね。仮に爆発したとしたら何が起きるのか。ここまで深いとね、水圧にやられて周りの生物は死ぬかもしれないけど、対して周辺環境には影響を与えないとも言われています。エネルギーはこのプレートの方ではなく、ほとんどね、海水の方に放出されてしまうそうなので、とはいえドミノをね、かすめるぐらいの小さなエネルギーでもピタゴラスイッチ的な役割をしてね、大きな災害につながる可能性は本
当に皆無なんですか？詳しい人教えてほしいね。っていうのもね、この2025年、僕の方にもね、なかなかね、やばい情報が最近入ってきてるんです。はい。時が来たら話したいと思います。そして最後のお話は、この前面白いお話聞きまして、ネドジュンさんという方と対談したんですね。彼女は7年前に脳内のおしゃべりが突然停止して、そこから7年間思考がないまま生活しているんです。すごいですよね。7年間、しかも現在進行形で、みんな脳内のおしゃべりいっぱいしてるでしょ。明日は何食べようかなとか、これ何しようかな、暇だな、何しようかな、みたいな感じでずーっとなんかおしゃべりしてる人。そのおしゃべりが、おしゃべりがある日、シーンってなったそうなんです。そんなんみんな想像できる？正確に言うと、その脳内で起きてるおしゃべりとかいろんな感情とかそういったものを全部ね、コントロールできるようになったっていうのが正しいのかもしれない。この話すごい面白いんです。ちょっと解説しますね。前にジム・ボルト・テイラーというね、脳卒中で左脳の機能が停止してしまった方の話に通じるんですけど、人間の脳は左脳、右脳とね、見事にこのように分かれてますよね、本当に。この脳という器官は神経細胞が集まって神経ネットワークを形成して完成したんですけど、おそらくこれは生物学的に言うと、わかんないんですけど、成長段階で言うと、後半の方で作られた器官じゃないかとネドジュンさんはね、推測してて、最初にできたのが腸だというんですね。動物は植物と違って光合成みたいなことができないじゃないですか。エネルギーを食うしかないんですよ。他の生物からエネルギーを奪う消化という機能が必要だったと。そのように腸がね、最初にできて大切だったのは分かりましたけど、この脳で言うと、その左脳とか右脳がこの方あるじゃないですか。これみんなどっちが最初に発達して成長したのかと思います？右脳だというんですね。その理由が、もともと僕たち人類は原始的な生き方をしていましたよね。動物的な、日々食うか食われるかのサバイバルをしていました。そうなると、細かいことより大きな目線で物事を見る必要がある。木ばかり眺めているのではなく、森全体を眺めて敵を見定める必要がありますよね。直感を生かして安全な場所を見分けて生き残る必要がある。なので古代の人々は右脳を優先的に生かして生活していたため、右脳を別名古代の脳と呼んでいるんですね。この自然とより共鳴共存している脳ですよ。なのでより研ぎ澄ませていくと、もしかしてこの奇跡という名のね、自然の声を聞くことができるかもしれない。より自然とね、同調しているから。しかし農耕を始めたことにより生活が安定していき、昔ほどサバイバルする必要がなくなった。むしろコミュニティが形成されたことによって、人々と空気を読んで良質なコミュニケーションを取る必要がある。言語を使う必要がある。計算する必要がある。そうすると自然とある箇所が成長してきたというんです。そう、左脳。一般的に左脳と右脳とではね、このような役割の違いがあると言われてますよね。ただ社会が形成されて、今はどんどん複雑化していってますよね。飲み会で何を言えば受けるのか、気になるあの子になんて話しかければいいのか、明日のプレゼンの用意、家計の財政管理、もう考えることがいっぱいいっぱいになっちゃって、エネルギーを使うからこそどんどんね、その分野に栄養が行き渡り、さらに活性化する。肥大化しすぎた結果、頭でっかちになってしまい、いつしか偽りの自分っていうアイデンティティを作り上げてしまった。自我が優位に立ち、しかも脳で行き過ぎているため、情報が溢れる中、何が真実かわからない。目が回りそうになる。しかしそんな左脳にはね、役割がちゃんとありました。みんなが過ごしやすいように人間社会を築き上げるためにね、フル活用してテクノロジー、技術がね、どんどん進歩していって、最終的に役割をきちんと果たしたというんです。それが、そう、AI。 人類がエゴのある脳のまま AI を利用してしまうと破滅の世界が訪れるというんです。それは支配欲のある脳なので、他者を支配しようとしてしまうため、全知全能最強 AI により世界が滅びてしまうと。そんなの誰も望みませんよね。なので安心してください。このテクノロジー AI とね、自然がうまく共存していく方法があるというんです。っていうよりも自然とそうなっていくかもしれないです。ここ最近のチャット GPT の動向を追っていったらより分かりやすいと思うんですけど、この子天才すぎて計算とか論理的な質問への回答を一瞬で導いてくれますよね。そうなると僕たちが育んできたこの言語、理論、計算、分析をメインに働く左脳の機能が今まで以上に必要がなくなってくる未来が訪れそうですよね。計算といえば昔はそろばんをして、それが計算機になって今では AI に移行したと。このようなトランジッションが様々な分野で訪れる。そうなるとね、考えることを AI に任せて僕たちは
何をするのか、かつての五感直感を頼りにする右脳的な生活に戻るのか、いやいや僕たちはね間違いなく進化しているはずです。古代に右脳を育み、そして今ではかつてない左脳を手に入れることができた人類ね 2.0 になりつつあります。では左脳右脳の両方をフル活用することができた人類の行方とはどうでしょう皆さん。これ結構ワクワクしないですか？このね左脳、左脳右脳っていうね、その左脳的な人がいる右脳的な人がいる、私はアーティストより私は分析理論派みたいな感じでこう分けることあるじゃないですか。今ではその左脳右脳説は結構迷信だと言われてるんですね。僕たちは自然に生きててこの脳のねほぼ 100% ちゃんと使ってますよと言われています。とはいえジムボルト・テイラーさんとかこのネドジュンさんみたいに不思議な体験をする人たちもいるわけですよ。なので何かしら僕たちがまだ解明できてないそこの心理はあると思うんですよ。それを全部踏まえた上で、一般的にはそのエゴ的な生き方、エゴっていうのは自分が大切ですよね。他者と自分を切り離す個というのが大事なんです。自分はあなたよりも優れていると思うのがこのエゴ的な生き方。ただこれからはそのエゴ的な生き方を持ってその AI を駆使して未来を切り開くことは難しいよということだそうです。これから必要になってくるのはそういったエゴ的な生き方ではなく、みんな一緒だという考えです。あなたと私は別じゃなくて私たち一緒ですよっていう考え。めちゃくちゃスピリチュアルな考えなんだけど AI って結構そういった性質を持っているんですね。実はスピリチュアルと AI って結構似たり寄ったりで、六道ペインって言ったじゃないですか。ナルトのペインもさ、そのみんなバラバラにいるんだけど繋がってるっていう見てるものはみたいな感じで、僕たちもみんな一緒なんだよっていうね、その概念考えをもっとね育んでいく必要がこれからはあるのかもしれないです。皆さんの意見もぜひ聞かせてください。そしてこのネドジュンさんの対談、セカンドチャンネルで20分30分ぐらいの動画をアップしたんですけど、オンラインサロンでね1時間半のものをね見ることができるので、気になる方チェックしてみてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。